90。すぐなって言われたんですすぐなって言われて頑張っていきたいと思っております。いらっしゃいませ。切断機でここをこう切ってあげて、でこっちが包丁の柄になる部分ですね。
今89ですよ。今年の8月の2日で誕生きました。満89歳。もう来年で90。でも小学なんか中学卒業したすぎだったですね。17ぐらいやったですね。17歳。もうかれこれ72、3年会社ですね。だってまあ一番楽しみが、まあ、息子と孫とするんですけどね。もう息子はもうですね、もう今もう大丈夫、言うところの中です。なんでやっていきます。大丈夫です。そのお孫さんの現状に対して何かどう思いますか？まだまだですな。まだまあ半分でしょうね、経験が。今から今度は何名かやっぱ自分でやってみて、やり損なう。そしてやっていかんとですね。まあそうですね、まあ2人で一生懸命やってもらうと一番望みですね。ここまでやってきたんですから、あとは息子と孫が後継いでやっていくのですね。先祖さんにも申し訳なかったですね。体の続く限りですね、まあ1年2年でもですね、まあ一緒にやってば楽しむしですね、生きがいもあるし、ですね、長生きのしかもしれません。そういうことです。これはこう長く使っていっていただく中で、こう修理とかそういう面でも自分で作ったという責任をしっかり持ってるように、まあ、うちで作りましたっていう印でこの福音をこうできます。よいしょ。このラインをこう見たときに、今ボコボコなってるのが、これを削ってはこう見ながら、このラインを見てこう削っていってるんですよ。これはノコクズですね。これで油を吸い取ってあげて。みんな就活する頃、卒業したら家継ぐねんって相談したら、その時初めて継がんでよかって言われたんですけど、それまでこう、継ぐっていうニュアンスはずっと出してたんですよ。幼稚園ぐらいから、将来の夢は包丁屋さんとか、鍛冶屋さんとか、ずっとこう、節目節目で言ってて、継ぐって言ったら、継ぐなって言われたんですけど、継ぐなって言われて。旋盤のダイヤモンド砥石でこう刃先だけを揃えて、
象を、これはワイヤーブラシにこういう石の粉をつけて、柔らかい鉄がこうグレーになってるわけです。鋼だけがこう黒く光ってるわけです。あ、一緒やろか。いいですか？今60です。9代目です。はい。高卒で入って今42年目。42年をやっぱりそのほらご先祖さんにね申し訳ないもうそれこそバチかぶらんごと後ば継いだというのもやっぱりあるし、親父は師匠としてずっと来とるけんやっぱねもうすごいと思うし、親父に負けたくないと思うし、ね尊敬するしだけ私もほら息子から尊敬されることある職人にならんばって思うしね。理由はさっきも聞いたけど本当こういう鍛冶屋の世界で自分がほらねその、金銭的な面にしろ仕事面にしろいろいろ苦労して、ね、で自分で作ったのをお金に換えんと生活できんしで、そうね自分が苦労した分ほら息子に苦労するわけもいかんねっていうで親父と相談してじゃあ見ようかって。結局ほらもう親父がまだ元気なうち親子3代で仕事したいって言った時にもう親父と2人で断れる理由はなんかよねってことな感じ。その時、息子も嫁さんも、お願いしますって言うたことあった。ここまで入っとったで焼ければ。これこうこれはもうかなりなんですが記念日かなんかが。いや何もないです何もないですけどお釣りはいりません。かっこいいとこでしょああお釣りはいりませんいやマジいらんばい。いや違ういや全然大丈夫いいですか？ありがとうございます。すみません。あと用途だけは。もう北の方に足向けて寝れなくなってしまったなんでじゃあ嬉しかったのはやっぱ去年のその人吉物産店で買って
で本当使い勝手良くて、もうなんていうんですかね、その家にある包丁の中で一番使いやすかけん、予備の包丁と、あと友達にもプレゼントしたいけん名前彫ってって言って3本ぐらい同じ包丁を買っていってくださったんですよ。でも手作りなんで、まあその叩き具合で厚みも若干変わってきますし、そういうところも手作りならではというかですね、こう実物見ながら触ってもらって、でその中で一番自分が気に入ったのを選んでもらうというのがなんか手作りのいいところかなってこう味を継いで思いますね。じいちゃんですか。もう89にもなってですね、あえて火の前に立ってずっと毎日出てきてですね、その家族を、腕一本でこう養ってきてくれてですね、でミノモ鍛冶屋を支えてきたというのがやっぱすごいなって純粋に思いますね。で父も高校卒業してすぐ鍛冶屋継いでですね、61なんで、自分が切れないのを作ってしまったら、せっかく父とじいちゃんが今まで築き上げたその信頼じゃないですけど、信用を崩してしまうんで、自分もそういう風になれるように頑張りたいなと思いますし、そうですね、今まで先祖代々こう守ってきたミノモ鍛冶屋を、これから先100年後の未来もですね、こう続けていけるように、今から頑張っていきたいと思っております。うちのを使いすぎたらよそのは使われんっていう感じで。人助けじゃねえけど何ぼか喜んでくれる人がおるっていうことが嬉しいかなっていう。鍛冶屋ありきな生活がずっと体に染みついてる。いらっしゃいませ。こういう感じで鋼つけて形になっていくという感じで120何年ぐらいです。社長が3代目で自分は4代目の予定地か、ひいおじいさんからっていう感じで、代々そうですね4代ぐらいですけど今74歳になりました。仕事を始めたのはですね、高校卒業してからだけど、もう高校生の時から親父のもう夕方4時帰ってきてから7時まで仕事をするっていうのがもう普通やった。自分は3代目なんで。今からが本当に暑くなるよ。これが地金の。これを放酸と鉄を1対1、これ家で作ってる。これがいいなっていうのができんのに。
茶の時間、これが冷えるの待たないから。まあ、純ちゃんお茶飲まない。本当に使い出しても長く研がなくて結構長く切れるんですよ。そうさっといく気ねやっぱり。お客さんもよく言ってくださる、もううちのを使いすぎたらよそのは使われんっていう感じで。ほら感覚漬物とかああいうのがもうほんと薄く切れるんで、もう幸せです。魚をさばいてスーッとしたらもうほんとスーッといくんですよ、身が。だから骨にあまり身がくっつかないでよくきれいにできます。もう出てきたの食いない。食べない。そうじゃまた。いただきます。もういいちょっと今からちょっとかけて。ショットかけるんで、砂を吹きつけてな、こう砂をな、こう鉄のあれなんやけど、これを吹きつけてこの表面を落とす。これ15分ぐらいかかる。こんな色になった。監視してみらんとわからん。500度もないやないかな。今から刻印打って成形をしてんなる。食べることの元が包丁だっていう、そういう刃物だっていう、お百さんの加だって下を支えてる職業やなっていう感覚はあるな。人助けじゃねえけど、なんか何ぼか喜んでくれる人がおるっていうことが
嬉しいかなっていう。1900年にしておき、124年。うち親父から言われても、100年すりゃもういいんじゃねえかっていう言われて、もうとっくに過ぎちゃって、もういつどうなってもおかしくはねえんだろうけど、まあ、子供がある程度の年まではするじゃろうなとは思うけど。木に挟んでね、パタイプずつ研ぎよったんよ。これは私が宣伝できんかなと思ってな。焼き入れして泉を取ってそれから研ぐ。これは、焼き入れ前の状態で成形が終わった状態で、こちらは、焼き入れ焼き戻しをした後になります。でこの状態から今から研いでいきます。親子なんで26歳ぐらいからこの仕事を始めて、そこから師匠っていう感じですけど、もう住居もずっと同じで、なかなか喧嘩しなくもないですけど、意見の違いもありながら、鍛冶屋ありきな生活がずっと体に染みついて続いていくのかなって思いますけどね。これぐらいで鋼が半分ぐらい出たぐらいで裏返しって感じですかね。目がだんだんちっちゃくなっていくんで綺麗になっていきますね。鋼と地金の境が今見えづらいと思うんですけど、それを色出しする感じで梨地色を出すっていうかね、鋼と地金の境を見やすくする。これも軽く当てるだけですけど、これは返り取りですね。焼いてから差し込むと絵が割れにくいんで。切れてるの分かりますかね。もう一本これでいいですか。そこに手を届いたと思われた方はそこで止まりますから、もう少しでもいいのを作りたいからですね。刀の技術を生かしてそのまま作ってるから、よその包丁屋さんとはもう作り方がちょっと違うんですよね。すげえ。はい、いらっしゃいませ。これがこうなります。包丁の形に。
が上がってしまえばだいたい900度ちょっとぐらいかな。最初は絵尻を作ります。絵が入るところ。時代の流れで包丁を作らないといけなかったから包丁も作っとるし、刀の技術を生かしてそのまま作ってるから、よその包丁屋さんとはもう作り方がちょっと違うんですよね。30トンです。で、はい、押してます。この形に線を引きます。あとはこの形に切っていきます。メガネがないと、二重にメガネかけんと見えない。これが型なんですよね。でこの線を引いたところを今度はこれで当てて切っていきます。こんな感じですね。よいしょ。次はですね、この絵に入る部分を叩いて伸ばします。ここですね。まあ元に戻しながら伸ばしてる。これが短いと絵に入れた時にまた抜けやすくもなるので長くもしてるんです。
次はプラズマで切った跡がまっすぐでないかグラインダーをある程度かけます。削るやつ。はいよ。次は焼き入れに行きます。火つきますよ今から。鋼が硬くなってない状態だから今は焼き入れっていうのは鋼を硬くする、温度を上げて急に冷やして硬さを入れる。焼き入れをして焼き戻しが終わりました。うちの焼き戻しのやり方でやると切れ味もいいし刃の持ち方も良くなります。この後焼き入れをしたり焼き戻しをしたりして包丁がやはり歪んでますので曲がってますので、それを歪み直しして研ぎの段階に入っていきます。はいよ。今度は研ぎですね。粗研ぎになります。早く研げるようにきれいにこう粗い砥石で。大体普通粗研ぎから、仕上げ砥石というふうになっていきますので、こっちの砥石の方が目が小さいですね。目が小さいと切れ味がスムーズになります。ここがかかってるところです。このちょっと粗いところがあるでしょ。これがさっき粗研ぎしたの残りですね。ここのところをまたこっちの方にきれいに当てていきます。で次は目すきといって、で生と鋼の境をきれいに出します。この黒いところですね。このずっと2ミリぐらいの黒いところ、これが今研いで鋼が出ているところです。白いところが生ですね。反対はまだかけてないのでそれがわからない。これですね。この黒いところが鋼です。あとは今度は絵をつけます。
歪みを直します。ちょっと曲がってるのでそれを最終的にきれいにまっすぐします。油です。ちょっと一応錆止めを。見ます。すげえ。刀は伝統を守るため、包丁は生活を守るためやってます。私たちはもう職人として仕事やってますから、どんな仕事でも死ぬまで勉強、もう少しでもいいのを作りたいからですね。そこに手を届いたと思われた方はそこで止まりますから、ずっと勉強していかないといい作品ができるかできないかはその人のやり方次第で変わってくるからですね。